はい、今回はですね、アートリア社からリリースされています V コレクション7の解説、第2回目となります。ここでは新たに追加された新 CV、バージョンアップによって進化を遂げた P3V2、そしてアナログラボ4の新機能について進めていきます。まずこちら、新 CV、伝説的なヴィンテージシンセです。1972年3月にリリースされたシンシー AKS をエミュレートした製品です。シンシー立ち上げた段階でプレビューしてみますと、このようにですね、ピンク・フロイドの非常に有名なフレーズが流れます。この時代、多くのアーティストによって使用されています。これら V コレクションに含まれるヴィンテージシンセの再現は、アートリア社の技術、TAE が取り入れられていまして、より実況正確、緻密にエミュレーションすることが可能になっています。プリセットもこのようにカテゴリーに分けられていまして、非常に充実しています。ベース系のサウンド。このようなリード系のサウンド。また SFX 効果音系ですね。冒頭にご視聴いただいたシーケンス系もあります。もちろんですね、このソフト上というアドバンテージを利用して、発音を4和音同時に行うことができる。またこのようにですね、アドバンスから様々なですね、コントロールやモジュレーション、エフェクトを適用することができるという進化も加わっています。シンシーの中で最も特徴的なのが、この中央に配置されたピンマトリックスになります。この時代のシンセサイザー、パッチケーブルを使ってパラメーター同士を決線して、それでサウンドを作っていましたけども、その場合どうしてもケーブルがごちゃごちゃしてしまいます。そこで各パラメータの出力、入力をですね、マトリックス上に配置して、関連付けたいところにピンを挿すことによってサウンドを作っていくことができると。基本的なところ、1から見ていきましょう。まずこの縦の部分が音を出す出力となります。そしてこの横が入力、音が入ってくる部分です。今一つプリセットを呼び出しています。鍵盤を弾きますと、当然このように音が出てきますね。これはピンマトリックスでもうすでにサウンドが出るようになっています。ピンマトリックス部分クリックしますと、このようにピンを外すことができます。一度これすべて外してみますね。このように鍵盤を弾いても何も音が出なくなります。波形、サウンドを発生させるオシレーターが3機。これがオシレーター1、2、3となります。そしてノイズを発生させるオシレーター。それがここです。まずはどれか一つ、もしくは複数を外に出力しなくてはいけません。この際ですね、最も簡潔なのがアウトプット。これが上の入力、アウトプット1になります。アウトプット2つ用意されていまして、このようにパンを調整できるほか、ボリュームもコントロールできます。まずはオシレーター1の出力をこのアウトプットに送ってみましょう。このようになります。この際鍵盤を弾いたとしても、鍵盤を離したとしても常にこのサウンド鳴り続けます。これはただここで作られた波形がアウトプットに送られるだけになりますので、ボリュームや鍵盤によるピッチのコントロールが一切行えない状態です。そのため、アウトプットに送る前に、ボリュームをコントロールするエンベロープ、ここにエンベロープの入力用意されていますので、オシレーター1の出力、波形をエンベロープに送ると。で、この段階、まだ音が出ません。これはエンベロープまで音が来ているんですけども、このエンベロープから音が流れていないためです。そのため、エンベロープのサウンドをアウトプットに送ることになります。ここを見てみますと、エンベロープシグナルありますので、このように設定します。これで鍵盤を弾いてみますと、とりあえずこれでサウンドが鳴りっぱなしという状態を制御することができるようになります。で、これでですね、鍵盤を弾いたとしても、すべて同じピッチで演奏されます。そこでこのキーボードというところで、オシレーター1のフリーケンシー。フリーケンシーというのはピッチのことですね。を制御するようにするために、ここにピンを打ちます。これで、キーボードの入力によってピッチがつくようになります。このような形で縦は出力、信号やサウンドを送る。そして上が入力、信号やサウンドを受けるという形になります。例えばこれにノイズを混ぜたいといったときですね、いきなりアウトプットに送ってしまっては、このようにエンベロープで制御することができませんので、ノイズを使いたい場合も、まずはエンベロープに送ると。そしてエンベロープからアウトプットに出ていますので、これで、もしこのサウンドに対してフィルターを通したい場合ですね、今オシレーター1とノイズがですね、エンベロープに送られていますけども、これを外してフィルターにまず送るようにします。この状態ですと音が鳴りません。なぜかというと、フィルターで出力が止まっているからです。そのためこのフィルターの出力をエンベロープに流すと。これでフィルターが効くようになるという感じですね。またフィルターなど、自身の出力を再度自分自身に戻すというフィードバックも行えます。このようにフィルター出力をフィルター入力に割り当てます。
フィードバック効果を与えて、さらに強力な音を作ると。またこのピンを長押ししますと、出力の量を決めることもできます。例えばこのフィルターのフィードバック、ちょっときついといった場合は、この数字を下げることによってですね、効果を微調整することもできます。自由すぎると言っても言うほどですね、細かくサウンドデザインを行うことができます。そして新しく生まれ変わった P3V2。楽曲の中ではエフェクトをですね、ふんだんに使って少し特殊なサウンドに仕上げています。このような形です。今回インターフェースも刷新されていまして、プリセットもですね、強化されています。こんな感じのソウル系だったりとか、チャーチ系、歪み系や、このような特殊系、ジャンルを選ばず幅広く使用することができます。またこのモジュレーションからこのトーンホイールのモデルまで選択できるようになっています。こういったものから、このようにですね、ここまで細かくカスタマイズできて、サウンドも優れているという音源はなかなかないんじゃないかなというふうに感じます。そして今回の最後に、アナログラボ4の新機能を見ていきます。前のバージョン、アナログラボ3の解説は、記事と動画のリンク、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご確認ください。まずこの右下、ミディコントローラーというものが追加されていまして、同社のハードキーボードからこのアナログラボを快適にコントロールできるようになっています。もしこれら製品お持ちでないといった場合も、現在お使いのミディキーボード、ミディコントローラーを使用して同様のコントロールを行うことができます。まずこのミディコントローラーがジェネリックミディコントローラーになっているかを確認します。その後にこの左のギアマークをクリックします。ミディマッピングスのこれら項目がデバイスからコントロールできる項目となります。今は例としてプリセットの前後を切り替える項目を使用します。このランボタンを点灯させてミディデバイスのコントローラーを動かします。このように CC が割り当てられます。次も同様に割り当てます。これで割り当ての完了です。割り当てたパラメータを動かすと、このようにですね、プリセットの切り替え、行えるようになりました。ぜひこれらですね、割り当てて快適に使用いただけたらと思います。次にこちらも便利です。プリセットの検索が AI ベースに対応しました。例えば今、このようなプリセットを選択しています。この膨大なプリセットの中から、サウンド傾向が類似したものをピックアップしてくれます。この右部分の音符マークをクリックします。類似したサウンドを持つプリセットを候補として挙げてくれます。このような形ですね。またこのサウンドから AI ベースで検索ということもできます。精度も非常に高く、とても快適に使用できるかと思います。このプリセットつながりで、ストアというものが追加されています。世界中のクリエイターが作成したプリセットを購入、またはフリーでダウンロードすることができます。こちらフリーと書いてありますのでクリックしてみましょう。このようにアイコンで対応する音源も表示されています。プリセット名をクリックするだけで読み込まれます。気に入ったものが見つかりましたら、こちらゲットをクリックします。インストールが終わりましたら、ストアから抜けます。このバンク部分にプリセットが表示されます。ダウンロードしたプリセットを確認、呼び出すことができます。そして最後に、このコンサート機能が追加されています。まずコンサートをクリックします。この考え方、コンサート一つの単位を1回のライブとお考えください。ライブの中では複数の楽曲を演奏したり、楽曲の中でも演奏するプリセット変えていきたいということが多いです。この切り替えを簡単に行えるのがコンサート機能です。例としてセッティングを行ってみましょう。まずこちら、ニューコンサートを押します。コンサート名を決めます。そしてセーブをします。新しいコンサートが作成されます。このエディットボタンを押します。ここで演奏する楽曲を追加していきます。プラスボタンでこのように名前を付けてエンターを押します。同様にですね、ソング2、ソング3と付けておきます。あとはそれぞれの楽曲で使用するプリセットをドラッグ&ドロップしていくだけです。そうしますとプリセットが追加されます。一つの楽曲で使用するプリセットをこのようにどんどん追加していくことができます。これは楽曲が変わっても同様ですね。次は2曲目。毎回このメッセージ表示されますので、必要ないといった場合はここにチェックをつけて OK をします。以後このメッセージが表示されなくなります。一つのソング内には最大で128のプリセットを入れておくことができます。選択したプリセットをエディットしたとしても、その結果は元のプリセットに影響はありません。あくまでこのコンサートのプリセットとアナログラボに表示されているこのプリセットは別物というところも覚えておいてください。そのため、プリセットの変更を気にせずに自由に音作りが行えます。
この5音ステージをクリックしますと、文字やノブ、フェーダーが大きく表示されて、一切余計なものが表示されなくなります。これによって音源のコントロールや演奏に集中できるという感じですね。この画面から抜けるにはこのクイットステージをクリックします。コンサート自体から抜けるにはこのコンサートをクリックします。これで最初の画面に戻ります。はい、といった形で V コレクション7の解説進めてきました。魅力的な音源の追加やアップデート満載になっていますので、ぜひチェックしてみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。